中国の皇帝の多くは同性愛の傾向があり、あるいはそれを試みていた。特に清になると男性とセックスすることが流行していた。中国では古くから男性同性愛という現象があり、春秋時代に遡れる。特に春秋、戦国時代には美男子が多く、中にはその完璧な容姿と引き換えに明るい未来を手に入れた者もおり、これら封建的支配階級における男性同性愛の歴史が始まった。その後、一連の発展を経て、男性同性愛という現象は規模が大きくなり、この特殊な男性同性愛者の行動形態について、社会で激しい議論や論争が起こるようになった。清の12代の皇帝のうち、特に男性同性愛者が多かった。第1位は、乾隆帝。乾隆帝の最も寵愛を受けた大臣はヘシェンである。乾隆帝の寵愛を受け、ヘシェンは管理の頂点に達した、清でも歴史上でもユニークな存在です。最盛期には嘉慶帝よりもさらに強大な権力を持ち、宮廷で皇帝とほぼ同等の権力を持つ、第二の皇帝と言える。当時、乾隆帝がなぜヘシェンを好んだのかについては、様々な憶測があり、二人が同性愛者であったという噂もある。野史で、乾隆帝がヘシェンを愛したのは、彼が愛した妾の生まれ変わりだからという説がある。悪いことに、この日は、彼の日ではなく、彼の父親である楊聖帝の日であった。皇太子になった乾隆が宮中に行くとき、後宮にとても美しい女性が出会った。乾隆は一目惚れした、礼儀も無視し、女性に近づいて、彼女の目隠しをし、彼女と遊んだ。その女性は妖精の妾である。彼女は目隠しをされて驚き、やがて乾隆の腕の中に倒れ込み、そこで二人は初めて接した。このことは後に乾隆の母である貴妃が知りました。息子が皇帝の妃と不倫関係にあったことが明らかになったのは皇室のスキャンダルであると同時に致命的な罪であった。このことが他人に知られれば皇歴は皇太子としての地位を失い投獄され殺されるかもしれない。皇歴を守るため貴妃はランダムな罪を作りその妃を処刑した。皇歴がその知らせを聞いてやってきたとき、その妾はすでに亡くなっていた。皇歴が悲しみに暮れていると、妾の下女が地面にひざまずいていった。大使、ニャンニャンから20年後に世でお会いすることをお伝えするようにと言われていました。それを聞いた乾隆は指を噛んで妾の頭に赤い点をつけた。また会う運命にあるのなら、これが印になる。現世で会うことができないのであれば、来世で会えますように。20年後、乾隆帝は初めて、ヘシェンに会い、衝撃を受けた。ヘシェンは妾に似ているだけでなく、眉間に赤いほくろがあり、あの時、妾の額につけたものと同じ位置だった。乾隆の問いかけのもとで、ヘシェンの生年月日と日の没年が同じようでした。乾隆が、妹はいるかと聞くと、弟が一人いて、ヘリエンという名前ですと答えた。そこで、乾隆帝は、ヘシェンは、妾の生まれ変わりに違いないと判断した。それ以降、乾隆帝は常に、ヘシェンを連れて、大いに気に入られ信任した。ヘシェンはなぜ皇帝に気に入られたのかわからなかったが、彼は皇帝に、極意褒芸、彼の官位が、ますます高くなり、やがて有力な大臣になった。第2位は漢方帝。漢方帝は、清で実際に最高権力を握った最後の皇帝である、秘密立書制度で皇位を継承した最後の皇帝、また、
生育力を持った最後の皇帝でもある。漢方10年以降、イギリスとフランスが北京に侵攻し、漢方帝は北京をあっさり手放し、熱海に逃げた。もし秦に根君がいたとしたら、漢方帝はその筆頭格に違いない。古来各国の根君たちは、極めて明白な共通点がある。それは、行淫、武道で、肉欲に溺れたことである。当然ながら、秦の公式文書に漢方帝の無茶なことが記録されていなかった。しかし、多くの同時代の人々のメモや多くの文豪の著作の中にこそ、漢方帝の最もリアルで最も高等な一面を見出すことができるのである。道光30年1月、道光帝は延命園で死去した。道光帝が道光26年に出した密令により、四男の駅長が漢方帝として、皇位を継承した。漢方20年、漢方帝が若く、勢いがあり、王朝の再編成を誓って、漢方宇宙港の実現を努力します。漢の大臣を頼り、腐敗を厳しく罰し、改革を強力に推し進めた。政府の再編成の面で、陽正帝よりも厳しく、管理を罰したという事実だけでも、彼の復興への意欲を証明するものである。しかし、わずか2年足らずで、漢方帝は、彼の政治への勤勉さを追求する姿勢では、秦の滅亡を救えないことを知り、彼は諦めた。戦国主君中の一人秦領君に学び、主食に溺れる日々を送り、政治には無関心であった。秦朝や史大漢には、この時代に漢方帝が男色を好み、根曲俳優の朱蓮芬を寵愛したという高等なエピソードが記されている。朱蓮芬は有名な根曲俳優で、その美貌と穏やかな訛りで人気を博し、多くの貴族官僚から男寵の基準として扱われた。朱蓮芬が漢方帝に恋人とされた頃、朝廷の役人である陸魚氏もまた朱蓮芬に恋していた。たとえ皇帝であっても、愛人を奪われた陸魚氏は、どうして安らげるのだろう。そこで、陸魚氏は、漢方帝に、経典を引用し、直言曲感したのである。陸魚氏の諫言を受けた漢方帝は怒らず、彼が、犬が骨をかじるように、奪われると、激怒するだろう。こういう手書きの返事をした。秦の再興を志す皇帝が、部下と男寵のため競い合うことがいかに馬鹿げたであるかは、明らかであろう。漢方10年、英仏軍は、天津を攻略した後、北京に押し寄せた。延命園で、日々を過ごしていた漢方帝は、慌てて死を解く、避暑山荘に逃げ込んだ。延命園を去るとき、漢方帝は、鹿を連れて行けと命令した。この命令に対して、満身外史に、鹿の血は、滋養強壮作用が一番高いとされますと、説明されている。戦火中、国が危うくなり、皇帝は逃亡中でも、女食に溺れる日々を続けるために、鹿の血を確保することを忘れていなかった。このような無茶な皇帝の命令に対して、漢臣は前に出て、何か言わなければならなかったのです。漢臣は、こう言って、外国軍はすでに戸を抑えており、逃げるには、遅すぎる。なぜ鹿を連れてきたのか？鹿の血を飲むのは、戦争が収まってからでも遅くはない。しかし、遵守と女に、すでに骨の髄まで染み込まれていた漢方帝は、そのような忠告に耳を傾けることができなかった。そこで、皇帝の広大な逃亡隊の中に、どこからともなく、鹿を乗せた大きな荷車が何台も現れたのです。
使用徳、秘書山荘に避難していた漢方帝は、豊富な鹿の地で、音曲や女色に溺れ続け、北京に戻ることなく、さっさと避暑地で死んでしまったのです。第3位は、同治帝。秦の皇帝が男子を好むという話で最も広く知られているのは、おそらく、同治帝と追う景気の間の話であろう。秦の野史に、皇帝に限りなく寵愛された少年は次のように記録されている。誘惑の技術に興味がある男性は、そのため、五品の官職に就いたほどだ。これはどういうことでしょうか。つまり、現在の副官相当の官職を楽しみながら、皇帝と夫婦関係をしていた。前に、同治帝の不名誉な死因についてお話しました。彼も両性愛具有だったようですね。古代の人々は非常に保守的で同性愛などをあえて公表しなかったことがわかっています。しかし、皇帝にとっては天下はすべて私の領域なのです。何も恐れない。古来、男性に好意を持つことは珍しいことではありませんでしたが、周囲に美男子が数人いないと外出するのも恥ずかしいことです。しかし、秦の皇帝たちは、歴代王朝の教訓と皇帝の教育により、あまり無茶な振る舞いはしなかった。前世紀の皇帝である、乾隆帝が、多くの無茶なことをするのは必然であった。他の皇帝の場合、南朝を寵愛する過程の中で、彼たちの愚昧であることが明らかにした。明、秦を問わず、またそれ以外の時代でも、すでに男性同性愛という現象は、比較的一般的なものであった。特に範囲さえも広く、関係者も複雑になっています。このような広範な現象は、支配階級では避けられないことで、当時、皇室やその周辺では、程度の差こそあれ、同性愛が流行っていたのである。最後までご覧をいただき、誠にありがとうございました。また、次の動画で会いましょう。